地球の皆さんどうも、エランリエです。はい、始まりました。牧場物語、オリーブタウンと希望の大地。いやー、めちゃめちゃ楽しみにしてたんですけどね、このゲーム。ただ、このゲームのセリフ量が多くて、メニューがセリフ量が多くて、多分、生配信でしてしまうと、一生終わらないというのを予想しましたので、このゲームを編集このまま話しますこのゲームを遊んでいる時を録画して、そこから編集したものを、アップしようと思っています。よろしくお願いします。でも牧場物語めちゃめちゃ好きなんですけどね。ということで早速始まりましょう。新しく始める。難易度を選択してください。普通モード、優しいモードにある。ゲームが優しくなる設定はありません。やりがいのあるプレイができます。優しいモード、出荷額に補正がかかり、お金が稼ぎやすい。プレイヤーの体力が減りにくい。これ便利ですね。仲良し度が上がりやすい。スキル経験値の獲得量が増える。お店の商品が安くなる。めちゃめちゃ便利ですね。でもやりがいのあるプレイ、優しいプレイ、どちらにしましょうか。でも途中で変えられるって聞きましたので、とりあえず1年目の春、優しいモードにしておいて、夏から普通モードにしておきましょう。優しいモードで。オリーブタウン、昔おじいちゃんが仲間たちと開拓した町。かわいい、ひよこちゃんかわいい。子供の頃に聞かせてくれた仲間たちとの話はどれも輝いていた。大人になったらオリーブタウンに住むのがずっと夢だった。めちゃめちゃいい牧場ですね。これで自分の見た目決めるんでしたっけ。そうですね。来た。どうしましょう。今回の結婚候補を事前に決めていますので後からイベントによって変えてもいいかなっていうぐらいに考えていますが、その結婚候補の人に合わせたような見た目と名前にしておきたいと思います。顔立ち、パイオニア、フロンティア、元気、バッチリ、バッチリいいかもしれないですね。エキゾチック、フレッシュ、スイート、かわいい、おっとり、ジェントル、エリート、フェミニン、やんちゃいいかもしれないです。フレンドリー、強気、でも強気もいいかもしれないですね。やんちゃ、強気いいかもしれないですね。ねむかわいい。オリエンタ、この名前のセンスがミステリアス。確かにミステリアスですね。猫さんみたいな顔してますね。天の弱。でも普通にバッチリもいいかもしれないですね。なんかコーヒーをイメージしたような、デザインに行こうと思っていますので、とりあえず、そして後から、いろいろ変えられる量になりますので、バッチリにしておきましょう。で、これからパパッといきます
この見た目でよろしいですか？決定。わーい、楽しみ。あら、かわいい。いろいろとかわいい。外の世界に出て、あ、そっか、バイクの色ももう選べられますね。バイクどんなのにしておきましょうか。バイオレット、ホワイト、ブラック、グリーンもいいですね。あ、でもせっかくコーヒーなのでブラウンにしておきましょう。何でもかんでもコーヒーに合わせようとしている私です。でもコーヒーは飲めないというはい、このバイクの色でよろしいですか？あ、この色にする。お、バイクに乗ってる。あー、でも気持ちよさそう。都会から出て田舎の方に進むと、キツネの似顔絵。あー、一緒に走ってくれてる。かわいい。いろいろとかわいい。そして夜になる。結構長く走ってますね。大丈夫ですかね。どれぐらい離れているんだろうかね、都会から。ほ、そしてキャンプ。だいぶ離れてますね。そして着く。はっ、オリーブタウンはこちらですと。オリーブタウン、このまま直線進みましょう。あれ、あらららららら、壊れちゃいましたね。ビクトルさんですね。何かね、君は。もしかしてこのバイクで来たのか？そうです。いいえ、違います。いいえ、違いますって答えになるとどうなんでしょうかね。ちょっと気になりますので、いいえ、違いますにします。いやいや、嘘ついちゃいかん。このくらい見てわかるぞ。じゃなんで聞く。それにしてもご苦労なことで、それでバイクがこんなことに。そうですよ。結構走りましたもんね。丸一日かけて走っていましたね。心配はいらん。バイクの修理はわしが手配しよう。そんなのできるんですか？道具屋のクレメンスって男に預けておく。後で取りに行ってくれ。それで、君の名前は？あ、そうですね。で、今回はこのコーヒーテーマということで、モカちゃんにしておきます。モカちゃん。はい。牧場主の名前はモカでよろしいですか？後から変更はできません。この名前にする。なるほど、モカか。はて、聞き覚えがあるな。もしかして君の誕生日はあれじゃないかな。あれ完全に忘れてるな、これ。で、コーヒーといえば冬ですよね。冬の月。秋に飲むイメージですよね。イメージですけどね。コーヒー飲まないんですけど、なんか秋に飲むコーヒーってなんか響きが良くて秋にしておきましょうかね。でもかぶりたくないので、ちょっとイベントとかぶらないように確認しますね。そうですね、結構多いです。じゃあここら辺にしておきます。木曜日。誕生日は秋の月5日でよろしいですか？あとは変更はできません。この誕生日にする。そう、秋の月5日。よく覚えてよるよ。覚えとらんよ。20年前に生まれた愛らしい男の子。あれ、
女の子この性別の選び方どうかと思うんですけど、それさっきの鏡でも良くなかったんですか？今回でも今回はっていうか、今回も女の子として、遊びたいと思います。性別は女の子でよろしいですか？あとは変更はできません。この性別にする。そう女の子、目の前にいるのにこりゃ失礼。そうですよ、失礼ですよ。確認するのもある意味マナーになってくるといいと思いますが、確認の仕方よ確認の仕方もうちょっとデリカシーのある確認の仕方にしておきましょう。いやあいつの孫が訪ねてくるとは。来たまえ案内してあげよう。声が来たまえ案内してあげよう。君のじいさんが手塩にかけた牧場がある。見せてくれるんでしたっけ？ありがとうございます忘れてました。結構前にプライベート用のファイルを作りましたので、すごいことになっちゃったるな。どうした？本当にここは牧場なのか？と言いたげそうな顔だな。そうですねそう言いたいですね。これでも君のじいさんがいた頃は牧草輝く綺麗な牧場だったよ。そうだった。写真から見た感じそんな感じでしたね。なんでこうなったんですかそんなにおじいさんとの連絡は取れてなかったんですか？この何年間。牧場の名前は何だったかな。ビクトルさんは記憶力大丈夫でしょうかね。じいさんから聞かなかったか、この牧場の名前。ビクトルさんの記憶力が心配なんですけど。牧場のそっか、この牧場の名前決めてなかったんですけど、何にしましょうかね。ひらがな、かわいくひらがなにしておきたいです。コーヒー豆から豆牧場。牧場の名前は豆牧場でよろしいですか？後から変更はできません。この名前にする。そう豆牧場全然覚えてなかったんですけどね。興味があるか？それならわしが基本的なことだけ教えてあげよう。なんでだけですか？なんでそんなことだけですか？それはさておき。これを渡しておこう。何を渡されたんですか？牧場を開拓するための道具だ。道具だ。見ての通り、今は荒れ放題の牧場だが、その道具で素敵な牧場に変えてほしい。変えてほしいってウィンドルさんが決めることなんですかね。道具とアイテムの使い方。アイテムバーの中にあるアイテムを左右で選びましょう。選んだ状態で Y を押すとアイテムを使うことができます。手に入れたアイテムはカバンに入ります。X で手帳を開いて確認できます。今のビクトルさんの声で良かったんですかねビクトルさんの声が良かったんですかね。開拓するときは木や石には注意するんだぞ。石や木には特別な道具が必要なんだ。特別？開拓しよう。木の前に立って斧を使うことで木を切ることができます。石にはハンマー、草には鎌を使って牧場を開拓してみましょう。そうですね。慣れないうちは戸惑うかもしれませんが、徐々に慣れていけばいい。そうですね。それと疲れてきたらテントの中にある
寝袋を使ってくれ。そっかそっか、最初はテント生活だったんですね。忘れてました。一晩ぐっすり眠れば疲れも取れるだろう。おー、めちゃめちゃ広いテントですね。自宅のベッドで寝ると体力が回復します。ゲームの進行状態が自動で保存されて翌日になります。教わったことはメモをしておくといい。そうすればテントの中のノートからいつでも確認できるぞ。ほう。そうですね。遊び方の確認。今まで聞いたゲームの遊び方は自宅内の本または本棚を調べれば再確認できます。ほう。ここまでは大丈夫かね。わからなければもう一回教えるぞ。いや、大丈夫です。もう一回教えてって言ったら長くなりそうなので。よろしい。さて、まだ説明することはあるなが、今日のところはこれくらいにしておこう。そうですね。まずは今日覚えたことを試してみるといい。そうしたら明日作物の育て方を教えよう。だけじゃなかったんですね。徐々に教えてくれるんですね。よかったです。ありがとうございます。そうそう。この町の町長など。自己紹介遅い。町について気になることがあったらわしに言ってくれよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。町には他にも住人がたくさんいるから挨拶して回るといい。君も早く顔を覚えてもらいたいだろう。それじゃあまた明日。よし。道具袋から道具を出し入れできます。必要な時に道具袋から取り出したり、不要な時は道具袋にしまったりして便利に活用しましょう。これは本当に便利な機能ですね。そして何よりもポケットの量が最初からめちゃめちゃ多くて本当に感謝してるんですけど、なんか以前遊んでいたのが牧場物語の作品といえばミネラルタウンのゲームボーイアドバンスのゲームと、あとDS のキュートだった気がします。女性版の牧場物語を遊びましたけど、あのゲームのポケットが最初は3つしかなくてめちゃめちゃ不便でした。そしてプライベートのゲームを遊んでいた時にここがハイライトされたことがわからなくて、道具はどこなのってなりましたので、ここで教えておきます。こちらです。道具袋、大切な道具を入れるための袋。収納しやすく取り出しやすいナイスな構造。そうですね。そしてとりあえずは今は全部取り出しましょう。全部取り出して牧場をちょっときれいにしておきましょう。そして個人的に工夫しているのが、こうやって横を並んでいったらちょっと取り出しづらく思いましたので、こうやって縦で、いろいろと道具を入れるようにしました。そしてここら辺のメニューも説明しておきましょうか。ここら辺が、自分の名前、牧場の名前、誕生日、プレイ時間、年数、ここで1年目って書いてありますね。そして初代金、最初から結構ありますね。そしてコロコインとコロボン発見ポイントは後から、分かってくるものなので、そのタイミングで説明しておきます。そして動物の情報、今、飼っている動物はいませんということで、みんなゼロになってます。ただ飼える動物の種類といえば、牛、ヤギ、羊、アルパカ、ウサギ、ニワトリの、2、4、6種類飼えます。ニワトリ、最初はニワトリですね。最初はニワトリから、次は牛になりますね。一番基本の牧場物語の基本
からいきたいと思います。はい。そしてミニゲーム情報。ミニゲーム、まだ全部未参加ですので、参加した時に、また説明しておきます。そして標語の編集。そしてアルバム、写真を持っていません。そうですね。カメラすら持っていません。でも、このゲームの中でカメラをいただいてからいろいろ写真を撮れるようになります。まだめちゃめちゃ、ゲーム内で写真撮るの結構苦手な方ですが、リアルだったらめちゃめちゃ好きなんですけどね。ゲーム内で写真撮るのどうもコントロール操作するのすごく苦手なんですのでちょっと頑張ります。はい。そしてオリーブタウンの地図ですね。これがめちゃめちゃ便利なんですよ。なぜなら皆さんがそのピコピコしているところ、広場って言うんでしたっけ、あそこ。場所の名前覚えてないんですけど、なんかビーチの上がピコピコしているの見えますよね。それってことは、4人ぐらいがマックスでしょうかね。そこで表示できるのは。ただ、7人が今ここにいますっていうことで、今ピコピコしてます。で、他の建物の中に誰がどこにいるのか、現在どうなっているのか表示されるマップです。すごく便利な機能なので、めちゃめちゃ、使うことになると思います。そして次は、こっち。これがカレンダーですね。このカレンダーから、その何の月、牧場物語全体的なことなのかわからないんですけど、少なくとも私のプレイ歴内では、1年に4ヶ月4ヶ月ありますね。4ヶ月ありますので、その、春の月、夏の月、秋の月、そして冬の月の4つですね。だから、季節、その四季が楽しめますが、1年がとても短いという楽しい、機能っていうか仕組みです。そうですね。そして皆さんの誕生日もこのメニュー開くだけで皆さんの誕生日がわかるっていうのどれほど便利なのか、めちゃめちゃいいんですけど、素晴らしい。そしてここにイベントとかもわかります。15日日曜日にエッグフェスティバルがあります。イベントの名前がわかります。そしてペットレース大会もあります。晴れの月のイベント、夏の月になったらまた、夏の月のイベントも見せます。はい。そして、皆さんの誕生日、アンジェラさんの誕生日、そしてグエンさんの誕生日、またいろいろ後で皆さんに会いに行くと思いますが、リンさんの誕生日、そしてジャコボさんの誕生日、同節さんの誕生日、ジャックさんの誕生日、ジェイソンさんの誕生日、そして最後にベスさんの誕生日ということで、全員の春の月の誕生日ですね。次はこれもまた便利な機能です。便利なんですけど、今まだ出会っていません。一人も出会って、違う、ビクトリさんもいますね。ビクトリさん誕生日こちらにも見られます。誕生日秋の月28日、グロリアンの夫、オリーブタウンの町長さんです。で、こちらで、皆さんの、好感度が見れるようになります。好感度と、ここのプレゼントの印がありますよね。このプレゼントの印に、今日プレゼントをあげたかどうかわかります。めちゃめちゃ便利です。すごくいいです。はい。でも誰も会っていませんので、また後でいろいろと見せておきます。で、これがクラフティングもできますね。クラフトもできます。1、2、3、4、5、6。この6つのレシピっていうんですかね。
クラフトできるアイテムクラフトできるアイテムが今の時点で6つになっていますので、いろいろと、木を切ってたり、石を壊したり、草を刈ったりして、このレシピ作れるアイテムが増えます。今のところはこの道と柵と扉ですね。はい。そして、ここでいろいろとスキルレベルが上がっていきます。伐採のスキルレベル、草刈りのスキルレベル、採掘のスキルレベルとコミュニケーションのスキルレベルですね。そしてこれでスキルが上がっていくといろいろできることが、増えます。伐採のスキルレベル1、斧を使って木や切り株を伐採しよう。木を伐採すれば木の材料が手に入る。習得した特性ということですね。はい、そして次は草刈りレベル1、鎌を使って草を刈ろう。草を刈れば草の材料が手に入る。習得した特性。そして採掘ですね。ハンマーを使って岩を壊そう。岩を壊せば鉱石や宝石の材料が手に入る。習得した特性です。はい、そして最後がコミュニケーションのスキルですね。レベル1、住人のみんなと会話しよう。みんなと仲良くなって毎日を楽しもう。習得した特性でございます。はい、全メニュー見せましたっけ？そうです。これで全メニューいけました。とりあえずは今はここまでにしておきます。いっぺんここまでにしておいて、で次は1日かけて牧場を整えることにしておきましょう。で時間によって皆さんのご挨拶を周りに行こうと思います。はい、どこだ、あった。図鑑を見る、ヘルプを見る。あれ、こういうのもあったんですね。これまた長い。あ、そっか、ラジオもとりあえずこの説明終わってからセーブしておきます。ラジオで天気予報を聞くことができます。牧場生活において翌日以降の天気を知ることはとても大切なことです。あ、そっか、今回はゲームの翌日とその翌日の翌日の天気が分かるようになってて結構便利です。以前は翌日までしかなかったですので結構便利です。皆さんお元気でしょうか？お天気予報の時間です。春の月1日日曜日、天気は晴れみたいね。出会いの季節って感じするわね。春の月2日月曜日、天気は晴れみたいね。気になるあの人に会いに行くのもいいわね。春の月3日火曜日、天気は晴れみたいね。食材を目当てにお店探すのはいかがかしら。以上、お天気予報でした。ではまた明日、バイという天気予報でした。ということでセーブデータを保存します。よし、最後まで見てくれてありがとうございます。Twitter も一応Instagram もやっていますので、あちらに飛んでご確認いかがでしょうか。次もよろしくお願いします。次の会う日まで。じゃ、またねー。エランリエでした。